今回は、チェンソーマンに隠された衝撃的な伏線を紹介していきます。この動画の内容は、チェンソーマン第1部のネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。1、姫野先輩のタバコ。姫野先輩とバディの秋は、悪魔討伐の任務中、頻繁にタバコを吸っており、タバコは、二人を結ぶアイコンとなっています。姫野はバディになったばかりの秋に、長い付き合いになりそうだから吸ってほしい、とタバコを無理やり渡しました。しかし当時の秋は未成年だったので、秋にあげたタバコは結局姫野が預かることになりました。そのタバコを何かに寄りかかりたくなった時に渡すと言って、ずっと持っていた姫野ですが、侍ソードの襲撃で秋たちを守るために、ゴーストに私の全部をあげると代償を支払った際に、着ていた服を残して消えてしまいました。その後、秋は姫野の契約悪魔である幽霊の悪魔と戦うことになります。最初は善戦していた秋ですが、次第に幽霊の悪魔に追い詰められてしまいます。その時、姫野が秋から預かっていたタバコが、幽霊の悪魔から秋に返されます。姫野が幽霊の悪魔に全部をあげると契約したことで、姫野が持っていた秋のタバコごと、幽霊の悪魔のものになってしまったようですが、タバコは秋の所有物だったので返却されたのです。そんなタバコに書かれていた、イージーリベンジ、気楽に復讐を、という姫野のメッセージを見た秋は冷静さを取り戻し、姫野から聞いていた幽霊の悪魔の弱点を思い出し、最終的に勝利します。物語の終盤で秋が10の悪魔への復讐よりも、電磁やパワーとの平穏な生活を選択したのも、このメッセージで復讐心が薄れたためと考察されます。このタバコの伏線は、姫野の深い愛情が込められており、とても感動的な内容となっています。2、レゼと電磁を結ぶ花。レゼと電磁の物語、通称レゼ編は、一本の映画にしても遜色ないほどに、始まりから終わりまで丁寧に作り込まれています。そんな電磁とレゼの出会いの始まりは、募金するともらえる花でした。電磁は初めて出会ったレゼに、手品を見せておどけながら花を渡します。実はレゼは敵国のスパイとして電磁に近づいた、爆弾の悪魔の心臓を持つボムでした。そのため、電磁が持つチェーンソーの悪魔の心臓を手に入れようと大勢の人間を殺し、電磁のことも何度も死に至らしめましたが、最終的に自分が電磁に教えた泳ぎ方を活用され、海の中での戦いで敗北します。その後、レゼのことが心から大好きな電磁から、一緒に逃げねえ、と提案されます。レゼは一旦はその誘いを断り、たった一人で逃げることを選びましたが、その道中で訪れた駅で、電磁に花を渡した募金を募る女性から、レゼも同じ花を手渡されたことで、レゼは電磁と逃げることを決心しました。しかし、電磁が待つ喫茶店に到着する直前に、突如現れたマキマの手によって討伐されました。モルモットと呼ばれていたレゼが、支配の悪魔に殺されてしまうという構図は見事な演出でした。最終的にレゼは、自分も電磁と同様に学校に通ったことがないことや、国のせいでおかしい人生を歩まされていたことを、心の内で語りながら、電磁の姿を見つめながら静かに亡くなりました。レゼと電磁の甘酸っぱい恋模様。映像化が今から楽しみです。3、魔人の変わった名前。チェンソーマンに登場する魔人たちには、それぞれ変わった名前がついていて、電磁も思わずツッコミを入れるほどです。当初、名前がわかっていたのは、パワー、ビーム、プリンシの3名だけでしたが、物語の終盤で公安に所属する多くの魔人の名前が判明します。電磁にバカみてえと言われていた魔人の名前は、伏線だったということです。実は公安に所属する悪魔や魔人は、すべてチェンソーマンの眷属だということがマキマによって明かされました。その際にすべての悪魔たちの名前が明らかになり、マキマは眷属たちと信仰が異なると発言しています。そんな眷属たちの名前は、すべて天使の階級から来ています。セラフィム、ビーム、ガルガリ、ドミニオン、バーチェ、パワー、プリンシ、エンジェル、そしてこれらの天使たちを滑る存在はもちろん神様。チェンソーマン第1話の副題は犬とチェンソーであり、この犬、イコールドッグが、ポチタ、イコールゴッドを意味していたと考察できます。ポチタの真の姿については、こちらの動画で詳しく解説しています。ぜひ合わせてチェックしてください。4、死体だけは回収して、コミックス第7巻から始まる、世界の四角編。マキマがプリンシに、できるだけ仲間の死体だけは回収して、と指示を出すシーンがあります。
これは一見すると、殉職した仲間の死体だけは回収したいという、心優しい上司のセリフのように見えますが、この発言は実は、後の重大な伏線となっています。物語の後半で、マキマが支配の悪魔の姿になった際に、プリン氏に死体を回収させていた真の理由が明らかになります。支配の悪魔であるマキマは死体を支配することで、生前契約していた悪魔の力を使えるという能力を持っています。そのため、死んだ公安デビルハンターが契約していた悪魔を、自らは契約なしでノーリスクで使うために死体を回収させていたというわけです。ちなみに支配の悪魔によって刺激させられている、天道道子と黒瀬雄太郎は、アメリカの死角に銃殺され、その死体は山中に遺棄されています。てっきりマキマの人情を感じさせる発言だと思っていたら、実は道具として使うためだけに死体を集めていたという事実に、ゾッとした読者も多いのではないでしょうか。5、マキマの花、物語の序盤で、デンジはマキマから、悪魔と人両方の匂いがする。ポチタは君の中で生きている、と告げられます。その際にマキマは、私は特別に鼻が利くんだ、とも発言していました。このマキマのセリフは、デンジを元気づけるための優しい嘘と解釈した方が多いでしょう。しかし実はマキマの花の良さは、マキマの正体に関する重大な伏線でした。実は悪魔は人よりもずっと鼻が良いという特性があったのです。特別に鼻が利くマキマの真の姿は悪魔であるというヒントが、実は初登場の時から明かされていたのです。またこの鼻が利くという特性は、マキマとデンジのラストバトルでも重要な要素となっています。詳しい内容については、マキマの正体の動画で解説しているので、ぜひこちらも合わせてチェックしてください。6、頻繁に描かれる小動物。チェンソーマンの作中には、カラスや猫などの小動物が数多く描かれています。このさりげない描写は、マキマの能力に深く関係する伏線になっていました。支配の悪魔であるマキマは、小動物の耳を借りて盗聴することができる、という能力を持っています。つまり、小動物が描かれているシーンは、マキマが全て盗聴して状況を掌握していたことになります。レゼ編の終盤では、デンジと田舎のネズミと都会のネズミの話をしていたレゼに対して、その場にいなかったはずのマキマが、私も田舎のネズミが好きと言い放つ場面がありますが、これはマキマが常にレゼを監視していたことを示しています。そんなマキマの盗聴能力ですが、実は物語の開始時から発揮されています。例えばデンジが公安で飼われることになった際の、朝食の話がそれに当たります。貧しい生活を送っていたデンジの望みを、そのまま言い当てたやりとりに、驚いた読者も多いと思いますが、実はこれも能力を使っていたというわけです。7、悪魔の力は恐怖で強くなる。チェンソーマンに登場する悪魔には、恐れられれば恐れられるほど強くなる。という変わった特性があります。そのため、生物が根源的に恐怖の感情を持つ闇の悪魔は、今まで死を経験したことがない最強の悪魔として描かれています。また、戦闘の最中でも、敵対する悪魔に恐怖を抱くと永遠の悪魔のようにパワーアップします。岸辺が頭のネジがぶっ飛んでるデビルハンターが最も強いと語っていたのは、戦っている時に悪魔に恐怖を抱かず、むしろ自らを恐れさせることが可能となり、これによって有利に戦えるという理由があったためです。チェンソーの悪魔の心臓を持つ主人公デンジは、登場キャラクターたちの中でも、最高に頭のネジがぶっ飛んでいます。そのため、対峙する悪魔や世間から恐怖を集めて、力を増して数多くの戦いに勝利しています。闇の悪魔の肉片を取り込んだサンタクロースとの戦闘に勝てたのも、頭のネジがぶっ飛んだ行動で、人形の悪魔に恐怖を抱かせたためです。この、恐怖で強くなるという一風変わった設定が、チェンソーマンをより面白くしています。8、マキマの嘘。先ほど解説したように、悪魔は恐怖を集めれば集めるほど強くなるということは、逆説的に恐怖されなければ悪魔は弱くなることを示しています。第32話でマキマが、4課が積極的に報道されれば今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える、と岸辺に語り、逆に嘘つきと返されるシーンがあります。岸辺の言う通り、このマキマの発言は嘘で、マキマがデンジたちの存在を世間に知らしめたかったのは、民衆のデンジやパワーへの恐怖心を削いで、自分が来たるべきデンジとの戦闘に勝利するための布石だったと考察できます。その計画通りマキマは真の姿になったチェンソーマンとの戦いで、
チェンソーマンは正義の味方という報道をさせ、チェンソーマンに対する民衆の恐怖心を削ぐことで、その力の大幅な弱体化を成功させました。報道を通じて人々から感謝され、ヒーローのように扱われ始めたチェンソーマンは途端、それまでマキマに勝てる気がしないと言わせるほどの圧倒的な強さを、一瞬にして弱体化させました。悪魔は恐怖で強くなるという設定は、このラストバトルのために序盤から用意された伏線だったと考察できます。9. マキマの好きなタイプ。物語の第1話で、デンジに好きな男のタイプを聞かれたマキマは、デンジ君みたいな人、と答えます。当初は小悪魔的な魅力でデンジを振り回す演出かと思われましたが、実はこの発言の、みたいな、という部分がミソでした。物語の終盤で、マキマはデンジの心臓となったチェンソーの悪魔、つまり、ポチタの大ファンだったという設定が判明します。つまりマキマは、初めてデンジと出会った当初から、デンジのことは一切眼中になく、チェンソーの悪魔のことしか見ていなかったということです。この事実が判明した後も、デンジは最後までマキマのことが好きでしたが、マキマが自分のことを一切見ていない事実を生かした作戦で、最終的にマキマを討伐することを成功させました。マキマの本心を知ったデンジの横顔が、とても切ない一場面です。10. ビームとデンジの顔が似てる。レゼ編でビームがデンジのバディになった際に、マキマがビームとデンジの顔が似ていると発言する場面があります。しかしこの二人、どう見ても全く似ていません。実はこの発言は、マキマは人間の顔を覚えられないという事実を示す伏線でした。支配の悪魔であるマキマは、人間一人一人の顔は全く覚えておらず、自分が気になる人物ですら、匂いしか覚えていませんでした。ちなみに、匂いで人を区別するという設定は、マキマが嗅覚の鋭い犬好きという描写でも暗に示されています。つまり、デンジとビームを似てると発言していることから、デンジ自身は気になる人物ですらなかった、と考察できます。デンジはこの特性を生かすことで、最終的にマキマに勝利することができましたが、自分のことをマキマが全く気にしていなかったという、悲しい事実に気づいたデンジは、哀愁漂う表情を見せています。ラスボスに勝利した主人公が、ここまで悲しい表情を見せる演出は、チェンソーマンが屈指の名作とされるゆえんでしょう。11. アキイコール銃の魔人。デンジの先輩である早川アキは、最終的に銃の悪魔に殺され、その体を乗っ取られて、銃の魔人になります。家族の恩敵である銃の悪魔に体を乗っ取られ、挙句の果てに、自分が家族のように思っているデンジとパワーを攻撃させられ、最終的にデンジにとどめを刺されるという最悪な死に方をするアキですが、そんなアキの名前は、自動小銃 AK47 から由来しており、銃の魔人になるというアキの最後がキャラ作りの段階から決まっていたことは、ファンの間では有名です。しかし、これ以外にもアキの最後を示唆する伏線があることは、あまり知られていません。アキが銃の魔人になるという未来を暗示しているのが、コミックス第4巻の表紙です。第4巻はアキが単独で表紙を飾っているのですが、その背景がライフルのスコープになっています。これはアキが銃の悪魔に狙われていることを表しており、作者の藤本達樹先生も表紙への秘密を後に明かしていました。12. マキマの涙。第5巻の39は、きっと泣くという回で、マキマとデンジが一日中映画を見てデートをした話があります。このデートでマキマとデンジは、同じ映画の同じシーンで涙を流しました。映画では、家族とおぼしき二人の男性が抱擁しているシーンが描写されています。どういった内容の映画なのか、詳しくは解説されていませんが、映画に登場する二人は孤独を抱えて生きています。デンジはこれまで、親が残した借金を背負い、ずっと人間扱いされずに生きてきました。誰かに抱かれながら眠るのが夢だと、ポチタに語りながら眠っている描写もあります。本人は、ポチタがいればそれでよかった、と話していますが、心の中では対等で温かい人とのつながりを欲していました。一方のマキマも、支配の悪魔の力を用いて、他者を一方的に支配するだけの関係しか結べず、家族のような対等な関係にずっと憧れていました。また、世界中から命を狙われ、他の悪魔からも嫌われているため、その孤独は計り知れません。この映画で、デンジとマキマが涙した理由は、家族愛を描いた作品に自らを重ね、また、登場人物を羨む気持ちから涙が出てきたと考察できます。デンジとマキマは初めて出会った時に抱擁を交わしており、
マキマがナユタとして生まれ変わった後も、抱きしめる様子が描写されています。チェンソーマンの第1部は、主人公と悪役が共通して欲していた対等な関係の他人を見つけて、ストーリーが終わるというとても綺麗な結末となっています。13、マキマの部屋の絵画。マキマの家の玄関には、大きな絵画が飾られています。これは、ジョン・ミルトン失楽園の挿絵で、地獄に落ちるルシファーが描かれています。旧約聖書の失楽園では、大魔王サタンが人間を誘惑し、神を背かせ、神への反逆をなす物語です。最高位の天使だったルシファーは、自分よりも高い地位に神の御子、キリストがついたことに嫉妬し、多くの天使を率いて神に反逆します。しかし、その戦いに敗れてしまい、地獄へ落とされサタンとなります。その後、復讐として、神の大切な創造物である人間、アダムとイブを、堕落させるという復讐劇です。このように、失楽園の主人公は、ルシファー、イコール、サタンです。サタンは悪役ながら、魅力的なリーダーシップを発揮しており、読み手も思わず応援したくなるようなキャラクターです。そんなルシファーの挿絵をマキマが部屋に飾っているのは、作中の誰かをルシファーに見立てているため、と考察できます。一体マキマが誰をルシファーとしているのかは、複数の解釈ができるのですが、絵画のルシファーの姿は、真の姿のチェンソーマンが一番近いです。しかし、ルシファーは、四天使、セラフィムという名前のため、チェンソーマンの眷属に同名のキャラクターがいる点は気になるところです。ちなみにこの他にもチェンソーマンの作中では、ヨハネの黙示録など宗教に関係するネタが散りばめられています。14、電磁の扉。作中では何度も電磁の心の中にある、封印された扉が描かれています。この扉は、電磁の悪夢の中や、早川家の玄関としても登場しました。また、マキマに呼び出されたパワーが、扉の前で待っているシーンでも現れ、電磁は開けるのを戸惑いましたが、マキマの命令によって扉を開けてしまったことで、パワーはマキマに消されてしまいます。その後、マキマの精神攻撃によって、ついに、電磁の記憶の奥にある扉が開かれます。扉の向こうにあったのは、幼い電磁が父親を殺したという記憶でした。このように何度も現れる扉は、電磁の最悪な記憶を封じる存在として、重要な伏線となっています。15、岸辺が殺されなかった理由。第10巻で、チェンソーマンがマキマだけを殺し、岸辺の方を見てすぐに立ち去ったシーンがあります。この際、チェンソーマンは、岸辺のことを認識しているにもかかわらず、なぜ殺さなかったのでしょうか。これには、しっかりとした理由があります。岸辺に稽古をつけてもらった際に、電磁は岸辺から、次の作戦が失敗したら俺とマジバトルだ、と言われ、そん時俺は先生を殺さないで見逃してやるよ、と返しています。真の姿となったチェンソーマンは、自分の意にそぐわない人間を軒並み殺していますが、以前に見逃すと約束していた岸辺のことだけは、殺さなかったということです。ポチタは、電磁の約束を保護にせず、しっかりと守りきりました。16、パンよりステーキ。電磁は、デビルハンターになる前は極貧生活を送っており、パンにジャムを塗って食べるのが夢だ、と語っていました。マキマにスカウトされ、デビルハンターになった電磁は、夢だったパンにジャムを塗って食べる朝食を約束され、それが普通になっていきました。以前は1日の食事すらままならなかった電磁ですが、物語の終盤では、夢だったジャムを塗った食パンにはすでに飽きていて、本当は毎朝ステーキを食べたいと告白しています。この望みも、電磁のジャムパンの夢を叶えたマキマによって、すぐに叶えられることになります。それが、マキマ定食です。電磁は、マキマを完全に倒すために、毎日のように肉料理を食べる日々を過ごします。その後、以前は泣きながらステーキを食べたいと語っていた電磁が、しばらく肉は食べたくないと岸辺に相談するほどになっており、電磁の望みを図らずともマキマが叶えてしまう。そんな伏線が隠されていました。17、指を噛むマキマ。物語の序盤で、目が見えなくなっても噛む力で私だってわかるくらいに覚えて、と言いながら、マキマが電磁の指を噛むシーンが登場します。このシーンは作中でもかなり印象的でしたが、これも重大な伏線となっています。先ほども紹介したように、マキマ、支配の悪魔は電磁に食べ尽くされて消滅します。その後、支配の悪魔は、すぐにナユタとして転生し、それを知った岸辺が中国から日本にさらってきます。
そんなナユタと初対面したデンジですが、指に噛みつかれたことで、ナユタがマキマと同じ支配の悪魔であることに気がつきます。目が見えなくなっても私だとわかるくらい覚えて、と、デンジに噛む力を覚えさせていたマキマですが、本当に覚えてたデンジの愛に驚愕する伏線でした。18。食べられたかったマキマはチェンソーマンを支配し、その力で自分が不要だと思うものを世界から消して、自分にとって都合の良い世界を作ろうとしていました。しかしその一方で、チェンソーマンに食べられてチェンソーマンの一部になることも、同時に望んでいました。しかしマキマは、過去に26回もチェンソーマンに殺されていながら、なぜか食べられることはありませんでした。食べるチャンスがあったのになぜ私を食べないのか。と問いかける場面もあり、本当にチェンソーマンに食べられることを望んでいたようです。そんなマキマですが、最終的にチェンソーマンではなく、デンジに食べられてしまいます。マキマは食べられることを自ら望んでいたので、食べられるという行為は攻撃に該当せず、総理大臣との契約が発動しなかったのでしょう。しかし、顔も匂いも覚えてないデンジに食べられてしまったのは、屈辱だったと考察できます。チェンソーマンがマキマを食べなかった理由については、また別の動画で解説します。19。ジャンプの表紙、ジャンプ連載開始時の表紙イラストでは、デンジの持つチェンソーにマキマが映り込んでいます。これは物語のラストで、デンジがマキマにとどめを刺したシーンと全く同じ構図となっています。連載開始時の表紙がラストバトルの一場面という、ものすごい伏線でした。20。最悪な死に方、未来の悪魔との契約時に、最悪な死に方をする、と言われていた早川明。そんな彼の死に方についての伏線を紹介します。明は、契約の代償に大きな見返りを求めることで有名な未来の悪魔から、お前は未来で最悪な死に方をする、と予言され、その死に様を生で見たいというだけの理由で、大きな代償もなく契約を結びました。明は、10の悪魔に家族を殺されたことから、それ以来ずっと家族の仇を討つチャンスを伺ってきました。しかし、デンジとパワーの死を恐れた結果、そんなチャンスを棒に振ってまで、10の悪魔の討伐作戦には不参加の意思を示しました。その後、アはマキマに助けを求めたことで、その体を支配され、10の悪魔に死体を乗っ取られた10の魔人の姿となってしまいます。その結果、家族の仇討ちを諦めてまで守りたかったデンジやパワー、そして町の人々を殺して回り、最後はデンジのチェーンソーに貫かれて亡くなりました。やっと毎日が楽しくなってきた矢先、未来の悪魔の予言通りに、デンジにとっての最悪な死に方をしたのです。チェーンソーマンのストーリーには、かなり緻密な設定や伏線が張り巡らされています。皆さんが驚いた伏線や気になった伏線があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。